12インチの Surface Pro めちゃくちゃいいです。こんにちは、とばろぐです。皆さんちょっとお待たせしちゃったかもしれないんですけども、この間ショート動画でもアップをしたマイクロソフトの Surface Pro 12インチ、これが結構良かったので今回動画で紹介していこうと思います。このサイズ、この軽さながらこれフルの Windows OS を搭載しているっていうところがめちゃくちゃ強くて、いつも使っているソフトとか、ブラウザとかファイルエクスプローラーとかその辺がねまるっとこのまま使えるっていうのがなんと言っても魅力ですね。それでいてこの本体だけだと 680g 台っていう形で、キーボードとセットでも 1kg ぐらいっていうところがやっぱね魅力の端末です。このキーボードも取り外しができるので、例えばねこうやって立てかけながらこんな風にお気に入りのキーボードとマウスとセットで使ったり、あとはここにペンが備わっていてペンでもね手書きができるので、こういう風にスタンドを倒してこのままね手書きでこうメモを取ったりアイデアを考えたりっていうのができるのがすごくいいところかなと思います。パソコンと iPad の間みたいな使い方ができるところが、このマイクロソフト Surface 12インチの魅力かなって感じですね。もともとねこれを購入しようとした理由としては MacBook Pro をね普段持ち歩いてるんですが、結構 MacBook Pro 1.8kg ぐらいあって重たいんですよね。でそういうシーンで結構 iPad を持ち歩くようにしてたんですけど、最近スプレッドシートとブラウザを行き来したりとか、あとNotion とかね、AI 系のツールとかそういうのを結構パソコンの方がやっぱ快適なものがすごく多いんですよね。iPad はもちろん使い続けるんですけど、そういうシーンでねやっぱり PC が必要だなってなった時にこのサイズ感でこのスペックっていうところがやっぱ魅力的かなと思います。じゃあちょっと実際にね詳しく見ていこうと思うんですが、まずはやっぱりこの筐体デザインですよね。見た目の造形美みたいなのをすごく感じていて、この辺は10万円台でこのビルドクオリティというかこういう佇まいになるのはすごくいいなと思います。Surface Pro 本体に関しては今までのね Surface シリーズ踏襲した形になっていて、このね背面側に無段階のスタンドがあるので、ここをグイグイグイっとやれば画面を好きな角度にできて、かつペンで書くときにすごい最適な傾斜を描いてくれるっていうところですね。でヒンジがかなりしっかりしていて、ここが滑らかになりつつ、しかもね柔らかすぎず硬すぎないみたいなところがすごいちょうどいいなっていう感じです。これまで発売されていた13インチの Surface Pro と比べるとこのくらいのサイズの差があります。見た目だとそこまで差がないように感じるんですが、実際に手に取った時の重さは全然違います。でもう一つ特徴がここにくぼみがあって、このくぼみにバチッとペンをね収納できるんです。従来の Surface シリーズだとここのキーボード部分に収納する形になっていたんですが、ペンが直接本体に収まるようになったので、例えばキーボードは使わない日はこれだけを持って出かけるっていうことが可能になります。ちょっとね詳しく話しておきたいのがやっぱキーボードですね。キーボードはこれ想像以上にいいです。なんなら今までの Surface Pro シリーズの全てのキーボードの中で一番いいと思います。何がいいのかっていうと、まず打鍵音がほとんどしないんですよね。めちゃくちゃ静音なのにこのオーカーツというか結構固めでしっかり押せる感じなので、実際にこのキーボードを打っている時の気持ちよさはすごく感じます。ちなみに Surface Pro だとこの感じで厚紙の上にキーボードを置いて打っているような、なんとなく安っぽい打鍵感なんですよね。角度が2段階から選べるっていうのはいいんですが、結構カサカサカチャカチャとした音なのに対して、こちらは
いや、いいわ、コトコトスコスコ感。この感覚が最高です。で、トラックパッドも普通に押しやすいです。Windows のトラックパッドのクリックって結構硬くて、それが地味にストレスだったりするんですが、それなりに柔らかいものを搭載しているので、そこはね、そんなにストレスはないかなと思います。ただ、ハプティックセンサー搭載ってわけじゃなくて、物理的なものなので、上の部分はね、クリックできないです。下の部分だけでクリックできるっていうスタイルですね。で、打鍵感とかももちろんいいんですけど、なんといってもこの閉じた時のエレガントさというか、もはやちょっとした家具なんじゃないかって思うこの佇まいがすごくいいです。R の部分がすごく柔らかい傾斜になっていて、なんとなくマカロンを想像させるようなこの柔らかさ、そしてこのヒンジの部分ですね。このヒンジどういう風に開閉するんだろうって思ったら、これ分かりますか？ヒンジの部分が折りたたみスマホのように中に入っていくんですよ。ここの作り込みがすごく綺麗だなと思いました。Surface Pro を購入するのであれば、この一体感っていう意味でぜひね、手に取ってほしいアイテムかなと思います。あとは特徴としてペンが使えたり 2-in-1 でタブレット的にも使えるっていうところも推しポイントかなと思います。一応仕様に関して話しておくとこんな感じです。プロセッサーはスナップドラゴン X プラスの8コアのもの、メモリーが 16GB、 これは廉価版で16ありがたいですね。このサイズ感、この軽さで Windows っていうとちょっと性能大丈夫っていうね気がしちゃうんですけど、ある程度外でやりたい作業はサクサク行える。それでいてバッテリー持ちも結構いいので、外でね気軽に持ち出してパソコン作業したいみたいな用途には最適なんじゃないかなと思っています。で、ストレージが256と 512GB が選べます。バッテリーは最大16時間っていうところで、ポートは USB-C のポートを2機搭載していて、ディスプレイが 2196×1464 最大 90Hz のリフレッシュレートを搭載しています。Surface 特有のポートは備わっていません。なので電源もこちらから供給する形です。充電器は同梱していないので、自分で 27W 以上の給電ができるアダプターを購入する必要があります。大体みんな何かしら持ってると思うし、例えばこういうねコードが巻き取りできる 40W ぐらいの給電ができるとか、こういうのが手元にあると本当にこれだけでワークスペースが完成してしまうので、このミニマルさはやっぱねいいですね。で、あとやっぱり決め手となったのが価格ですね。Surface シリーズってこういう新しいチップ搭載しているもの、結構20万円から40万円ぐらいのレンジで高いイメージがあったんですけど、これだと日本円で15万円ぐらいから購入できます。正直ね、米国での発表価格を見ると、あれこれ10万円、11万円ぐらいで売ってくれるんじゃないかっていうのはあったんですけど、そこまではいかず、ちょっとね、日本価格だと割高になってる印象はあります。特徴を話してみたので、もう少し本体を詳しく見ていこうと思います。ちょっとした作業には Surface Pro 中にめちゃ良い。結構ほぼほぼ iPad ぐらいのサイズ感なので、こうやってカバンからさっと取り出して、このまんまこう開いてバシッと何かしらの作業をしていけるっていう、これがなかなかいいです。手先ちょい作業で Surface 使うメリットとしては、左右のね画面を分割したままいろいろ使いやすいってところですね。左側 Notion とかのなんか画面動画構成みたいなのをこうやって置いといて、こっち側でこんな風にチャット GPT なり Chrome なりいろいろ画面を分割して使っておける。こうやればフルでも使えるし、よいしょ、こうすればこんな感じでいろいろなアプリを出すっていう。iPad にもねサイドカーとかあると思うんですけど、なんかやっぱパソコンの方がこの辺はやりやすいですかね。中身は本当に普通にパソコンなので、カメラを接続してデータ取り込んだりとか、なんかこれでライトルームでバーッとこうねその場で編集するとか、そういうのもしやすいです。一応こんな感じでペンがね結構がっつり背面にくっつくんで、このまんま、iPad 的にこうパソコンなんだけど、こういう風にね手書きメモみたいなのができるっていうのも一個メリットなんじゃないかなと思います。Surface Pro
13インチとかでもできるんですけど、なんか12インチぐらいの方が書きやすい書きやすいっていうか、持ち運んでちょっとノートがてらね使いやすい印象がありますね。微妙に動画構成とかはこういう風になんかね手書きの方がまとめやすいんじゃないかと思って、最近はちょっと手書きで考えるようにしてます。こうやってパタって閉じると、なんかここがねペンが備わるところでめっちゃ結構磁力強いです。このまま持ち上げられるぐらいの磁力になっていて、ずらすと取れるけど、このまま引っ張ってもねこの辺とかだったら全然取れないぐらいかなり硬くていいんですよね。これでスタンドがこうなって、いやこの佇まいかわいいわ。キーボードがね日本語配列しかないんで、この辺アメリカ行った時に US 配列買いたいなって感じなんですけど、キーボード自体の質感は最高ですね。これやっぱ膝を使うってなるとタブレット型だとちょっときつそう。こんな風にブレンダーとかも一応ソフトとして動きます。どんぐらい書き出しが早いかとかはちょっと家帰ってから試してみようかな。あとは何もデータは入れてないんですけど、こんな風にダヴィンチリゾルブも普通に動きます。ちょっと普段使ってるあれだな、プロジェクトとかで書き出してみてどんな感じか気になるな。普通になんかでもサクサク動きそうなんだよな。正直 iPad の方が快適だけど本も読めます。 Kindle アプリが一応あるからこんな感じで見れますね。ただズームがね、文字のズームが微妙にやっぱガチャガチャしちゃうんで、ここが難点かも。とはいえこうアプリをねいろいろ動いていくとかは意外としやすいです。こんな感じ。頑張ってるよな。はい、というわけで Surface Pro の真の姿をちょっとお見せしていこうと思います。モバイル用のねマウスと点キーとキーボード、このセットアップで結構ね使えていくっていうのがいいですね。軽い作業はねある程度さっき見せた通りできるかなってところなんですけど、ちょっと重めの作業ってどんな感じなんだろうっていうところで、ちょっとねこんな感じでブレンダー開いてみています。シンプルに普通に動く感じしますね。こういう画面だと、ブレンダーそんなにね、レンダリングしなければこういうシンプルなモデルだったら簡単にこう動いてくれるので、ちょっとしたデータ確認とか出先で試したいみたいな時はそれなりに動くんじゃないかなっていう感じ。ただ絵を載せた時ですね、結構なんかグラフィック性能がそんなに強くないような感じなので、今選択中なんですけど、ちょっとねぐるぐるしてます。動いた。一応こんな感じでシンプルなモデルだけど、若干ワンクッション置くかなみたいな感じですね。カクつく感じは若干ある印象です。こうレンダリングのこの画面を送るとそんなに思ったよりは重くないか。こういう感じとかだとそんなに重くなくて、意外とプレビューぐらいだったらいけますね。ちょっとレンダリングするとどんぐらいになるか。今5、6、7、8、9。思ったよりめちゃくちゃ遅いわけではないです。電池駆動なんですけど、しっかりとね、それなりの速度で、遅いは遅いだろうけど、こういうモバイルの中ではちゃんと動いてくれるのはありがたいですね。でプロセッサーの稼働率でいうと 80% ぐらい今使っていて、メモリーがね結構食っている印象です。16ギガあるんですけど、メモリーは割とねいつもこういうちょっと重めのグラフィック作業とかをすると上限まで張り付いて、そこから途端にカクつくみたいなところはありますかね。こういうのは本当に複雑かシンプルかで大きく印象変わるんですが、こういうのだったら最低限レンダリングもいけないことはない。来ました。2分半でレンダリングが完了してます。いやこれがこんな感じで
いつでも出せるのは楽ですね。ちなみに M4Max とかだと30秒ぐらいだったかな。続いてダヴィンチリゾルブ、これである程度動いてくれたら外出先での動画編集とかはめっちゃ楽なんだけど、結構重いからな。いやでもこのサイズでこのダヴィンチが開くのは結構ね嬉しいんですが、重いな。ちょっと重いかも。一応解像度は結構低めに設定はしているんですが、動画編集はちょっと重たくてほぼほぼ動かないような感じですね。カット編集とかもちょっときついんじゃないかな、これは。4K だからっていうのもあるんですけど、 MacBook とか iPad とかぐらいの性能だったら問題ないはずなんで、結構重たさがある。でこれ意外とねメモリーは結構使ってるんですけど CPU ほぼ使えてないんですよね。なのでこの CPU の負荷がちゃんとこっち側で読み込めてないっていうところがちょっとね、挙動がおかしい感じなので、そのうちアップデートで結構サクサク動くようになったらいいなっていう感じです。ちなみに Surface Pro だと結構サクサク動作してたので、 Surface Pro のスナップドラゴン X エリートだと問題なかったけど、スナップドラゴン X プラスだと今のところ挙動がちょっとおかしいっていう感じですかね。はい、一応こんな感じでプレミアプロをね開いてみて、こちらも ARM に対応してるバージョンではあるんですけど、ちょっとやっぱねカクつきがかなり目立つかなっていう感じです。動画編集を快適に行うみたいな用途だと結構きついかなってところですかね。本格的な動画編集ではないにしても外出先とかで簡単な Vlog 編集できたらいいなとは思ってたので、ここはちょっとね残念かなって感じですかね。グラフィックがそんなにめちゃくちゃ悪いような感じもしてなくて、っていうのもライトルームとかだと割とねサクサクにこう編集ができるんですよね。こんな感じでほら全然カクつかずに、そこそこ重たいローデータもこう編集ができる感じなので、やっぱねダヴィンチリゾルブの問題なのかなっていう印象ですね。これ200メガあるデータファイル、画像ファイルなんですけど、それなりにこういうねウィンドウを開くとかはやっぱちょっと重たそうな感じがする。ぐるぐる回っちゃいますね。これもねちゃんと CPU メモリともにバランスよく使ってくれてる感じがするので、こんな感じっていうところかな。ちなみに一応ベンチマークもこんな風に測ってみたんですけど、ネイティブ対応していないっていうのもあってめちゃくちゃ低いです。体感ではもう少し高いかなっていう印象はあるんですが、 M1MacBook とかそのぐらいの感じですかね、体感で言うと。とはいえWindows OS 搭載なので、このままねカーソルっていう、AI エディターみたいなのを最近ちょっと使い始めて頑張って使いこなしていこうかなっていうタイミングなんですが、そういうのとかがこれ Windows とか Mac とか Linux でしか使えないようなこういうツールがねこのサイズ感で気軽に使えるっていうのは結構メリットなんじゃないかなって感じですね。このプロセッサーに関してはメモリーを上限まで使わない作業だったらかなりサクサク、それ以降はちょっとカクついてくるみたいな特性があるのかなっていう、実際に使ってみた印象はそんな感じですかね。結構ほらぬるぬる動くんですよね割と。はい、ちなみに中身はね詳しく見せらんないんですけど、リコールもねずっとオンにしていて、これもある程度パワーは使ってるんじゃないかなって感じですね。こんな風に今まで見てきた開いてきたウェブブラウザとかそういうのをね全てこんな感じで記録して、この中からテキストを抽出したりとか概念みたいな何が写ってるのかを解析して、それでこう検索できるってやつですね。例えばここでトバログって打つじゃないですか。そうすると今まで開いてきたトバログっていう概念が写ってるものたちを抽出してくれるって感じですね。こんな感じでここの中にトバログっていうのどこに写ってんのどこに写ってるか全然わかんないんですけど、この中とかにトバログの概念が何か写ってるみたいです。この機能どういう風に使うのがベストなのかわかんないんですけど、ここに呼び出したものを概念とかこうやってねなんだっけみたいなので、探していくっていう感じなのかな。
はい、というわけで実際に2週間ぐらい使ってみたので、ちょっと感想を紹介していこうと思います。まず個人的に感じるいい点1つ目としては、やっぱこのサイズ感、持ち運びやすさですね。結構ね、12インチって絶妙で、13インチとかだと割としっかりバックパックじゃないと入らないんですけど、これだとね、ちょっとしたトートバッグだったり、あと僕が普段使ってるショルダーバッグのハーフデイパックっていうのがあるんですけど、それにギリギリ入るサイズだったりとかして、ちょっとこう iPad-like に持ち歩く、だけどパソコンとして使えるみたいな、そのバランスが本当に絶妙で使いやすいです。実は Apple もね、その昔12インチ MacBook っていうね、めちゃくちゃ絶妙なサイズ感のブロガーに人気だったねものを出していたんですけど、それと比較すると本当にね、同じぐらいのサイズ感っていうところで、このサイズ感のパソコンって最近なかったよなっていうところにこれがね出てくれたので、本当に取り回ししやすいですね。でパソコンとして使えるのはもちろんなんですけど、意外といいのがペンですね。最初はあんま使わないかなと思ったんですけど、結構ねメモツールとか、僕使ってるオブシディアンとかね、コンセプトとかそういうツールを使っていくと結構手書きでメモができるようになってくるんですよ。これね、最初からスタンドがこう備わっているので、このぐらいまでこう立てかけて、この状態でなんかね、この動画を撮る時のコンセプトみたいなところだったり、あとこういうね B ロール差し込もうかなとか、そういうメモをこう手書きでイラストをねちょっと入れながら、このままいつでもどこでも使えるっていうのがすごく魅力的です。欲を言えばこれ黒じゃなくて別のカラー展開欲しいですよね。なんか海外とかだとオレンジとかあった気がするんですけど、そういうの出してほしいなと思います。であとは特徴でも話してるんで重複しちゃうんですけど、やっぱ使ってみてこの動作のキビキビ感というかサクサク感がめちゃくちゃいいです。これはね、正直 ARM 版のすごいメリットかなと思うんですけど、なんかウィンドウを開くのにもエクスプローラーを見るのにもブラウザを立ち上げるのにもね、いろいろな作業が結構キビキビサクサク動いてくれるんですよね。なんかこの OS とプロセッサーの整合性がすごくいいのか、その辺キビキビ動いてくれてサクサクね処理能力もあるっていうところが、普段使いをするっていう意味では最高に便利だと思います。欲を言えばもう少しグラフィック処理能力が高くて Vlog の編集とか 4K 動画の編集とかね、ああいうのができるといいなとは思ったんですけど、その辺はねサブ PC っていうところで使い方はこう切り分けていこうかなと思います。一応この ARM 版のデメリットとしては、普段ね使っている PC ソフトが動かないという可能性もあるんですよね。例えばなんかその会社でしか使わない古いソフトだったりとか、あと結構ね大変だなと思うのが Google の日本語入力が、これがね、僕の中で結構使っているツールなので、それが動作しないっていうのは割と不便で、一部ねそういう OS の中に深く入り込んで使うようなソフトツールみたいなのは使えないものもあるんですけど、基本的に多くのソフトはエミュレーター版みたいな感じで、この ARM 版に適用するようにねちゃんと動作してくれるように動いてくれるものがほとんどなので、基本的にその Google 日本語入力以外は困ってないかなってところです。この辺この動作の軽さを取るのか、あとソフトウェアの整合性というか、ソフトウェア全部対応してほしいみたいな、どっちを取るかで結構決まると思うんですけど、僕はこれサブノートとして使っているので、圧倒的に動作がサクサクでバッテリー持ちがいいっていう方がいいですね。そうバッテリー持ちもめちゃくちゃいいんです。バッテリー持ちもすごいねしっかりと、なんかこれスリープ状態でずっと使ってるんですけど、電源をねいちいち落とさずにすごくバッテリー持ちもいいし、それでいて重たい作業もサクサクしてくれるし、しかもこれバッテリーのね充電速度もめちゃくちゃ速いので、そういう点では本当に持ち歩き用のパソコンとして優れているんじゃないかなと思います。一応これ自体ね急速充電をする場合だと 50W ぐらいね電力使うんですけど、交渉だとね最低でもこのぐらいの小ささの 30W 給電ができる充電器があればいいので、それでね、この持ち運びやすさで Windows の PC がこれで持ち歩けるって考えると、すごくそこは魅力的ですね。なんか気軽、すごい iPad とパソコンの中間みたいな感覚で持ち歩けます。
あと1個ねカスタマイズ性としては自作キーボードとかそういうね自分の好きなキーボードを使いやすいってところもメリットですね。ラップトップと違ってキーボードが取り外せるので自分の好きなキーボードと、PC の本体部分だけを持ち歩くっていうのが1個いいポイントなんじゃないかなと思います。あとあえて欠点を挙げるとするとディスプレイの解像度とかかな。結構ね画面は小さめなんですけどやっぱなんかね解像度がそんなにすごい高いわけではないので iPad とか MacBook とか、あと Surface Pro のね13インチとかそういうのと比べていくと若干ジャギってる感じと言いますか、なんかね解像度ちょっと低い感じするなっていうのは分かります。この辺はね店頭でぜひ見てほしいんですけど、普段の作業だったら全然問題ないレベル、Surface Laptop Go とかよりは全然解像度が高いので、そういう意味ではね使い勝手問題ないんですけど、普段から結構いいパソコンを使っていてそのサブノートとして使う場合だと若干、解像感は気になるかなってところですかね。またこのサイズだったらぜひねセルラー版というか SIM カードもしくは eSIM が刺さるモデルもぜひ出してほしかったですね。この辺はこのサイズ感めちゃくちゃいいので持ち運び用としてもうどんどん特化させていきたい印象です。ほんとそんぐらいかな。 Google 日本語入力が使えないのと、ディスプレイの解像度がそんなに高くないみたいな、あと強いて言えば膝の上でちょっと作業しづらいとかそういう感じなんですけど、それをね有り余る補うかのようにねやっぱバッテリー持ちの良さ、処理能力の高さ、そしてこのサイズこの薄さながら Windows っていう、そのねあたりがやっぱ圧倒的メリットかなと思います。あと触れておくのは価格ですかね。価格に関しても、そんなにねめっちゃ安いわけではないです。10万円台前半ぐらいかなって勝手に想像してたんですけど、日本国内版だと15万円ぐらいしてくるので、ややねスペックとこの ARM 版っていうのを考えた時に何を選ぶかっていうのはちょっと気になるかもしれないですね。でもねこれまでこの ARM 版の Surface Pro とかだとやっぱ20万円から40万円ぐらいしてくるような感じだったので、結構ね試してみたいけど手が出しづらいなっていう状況だったんですね。なんですけど、この10万円台15万円ぐらいで購入できるっていうところで考えると、結構ねおすすめしやすい、最初の1台としても結構使いやすいだろうし、サブノートとしてもいいんじゃないかなっていうふうに個人的には思います。はい、という感じで、さっとね使ってみた印象なんですけど Surface Pro 12インチいい感じです。今後ね、ちょっと周辺機器のおすすめだったり、あとはちょっとね VR とかでもいろいろ使えるので、その辺もね詳しく今後紹介していきたいですね。というわけで今回の動画終わりにしようと思います。トバログでは他にも、ガジェットの動画とか、あとルームツアーとかそういうのやってるので、ぜひそういう動画チェックしてみてください。あとエッセイ的なね本をこういう風に出していて、結構ガジェットとか暮らしの道具とかその辺にねまつわるものたくさん紹介しているので、気になったら概要欄の下のこういうバナーからぜひチェックしてみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。トバログでした。